恋多き人かもしれないね。恋少なき人だったら、もっと恋をしなさいって言ってるかもしれない。恐れずにね。若い男がいっぱい出てくるもんね。最後に肯定が来てるね。自分自身が信じる恋愛、まだ打算抜きの恋をして、その中で成長していきなさいよっていうメッセージをすごく感じますね。あまり先読みしすぎて人を愛することに萎縮してはいけないよっていうのが、すごく伝わってきますよね。でまたその自分に現れる目の前にね現れる人が最初から素晴らしい状態、完成した状態で現れるんではないよ。最初はまだ未熟な状態、ちょっとバタ臭いぐらいのギラギラした感じで来るかもしれないけど、その人はあなたが育てるんだよと。その原石を磨いてあなたがこう立派なパートナー、立派な大人に内助の功でしてあげなさいっていうメッセージがすごく伝わってきますね。結構早い段階で、思いっきり自分の思いのままに、色恋にぶつかっていくと気づきがあってね、大きく成長することができるっていうのが見えてます。であとはね、少し人生迷う時が来る。やらなきゃいけないってことは感じてはいるんだけれども、なかなか行動に移せない時があるから、その時は何々をしたいではなくて何々をすると自分の中で断言しなさいと。そうすることで道は開けていくよっていうメッセージが聞こえてきます。何々したいっていうのは本当の意味では何々したくない。何々するっていうのが本当の意味でやっと何々したい。何々すると自分の心の中で断言することによって道は開けてくるよ。もし迷ってなんか、なかなか踏み出せないな、もやもやっとした気持ちの中にいるんだったら、ちょっと自分の中で宣言しなさいっていうね、何々したいから何々するに切り替えて、すぐ決断して行動に移しなさいっていうメッセージが飛んできます。権威主義的な、ご主人のためにちょっと四苦八苦するっていうのが見えてる。辛い思いをするかもしれないけど、家族は大切にしなさいと。自分が所属する最小単位のコミュニティっていうのを大切にしなさいっていうのが来てるね。うまく内助の功でそのパートナーを立ててあげることで、フィクサーのようにね影に回ってコントロールしてあげなさいよっていうのがメッセージとして飛んでくるかな。名のねカードをねお選びになったあなたの守護霊様はもうほとんど神格化が始まってる。もう宇宙に還元されてね、神の領域に、もう本来神の領域にいる方なんだけれども、あなたのことが心配になって降りてきてるよっていうね、声が聞こえる。結構近場の
血族の方かもしれないね。うん。あなたのこと心配になって降りてきてるよって、見てるよって。ちょっと頑張りなさい、しっかりしなさいっていう感じでね、見に来てます。あまりね、贅沢をしたり、うん、パートナーのお尻を叩きすぎると、ちょっと良くないっていうのは見えるね。うん。気持ちが離れていってしまうし、お金にもやっぱり困るっていうのが、見えますね。で、パートナーの浮気注意。うん。ただ、その浮気に走る、その理由を作ってしまってる、動線を作ってしまってる、その一端を担ってるのはあなたにも原因があるよっていうのがね、出てるね。うん。だからうまく、育ててあげるっていうことだろうね。結局、母親の役だったり、もしくは父親の役かもしれないよね。うん。恋人とか伴侶としての役割以上の役割をあなたが担うことになるよ。そこ大変かもしれないけどやっていきなさいと。で、自分一代だけで考えずに、次の代、自分の子供たちの代のことも考えて、広い視野でね、人生を捉えると、行き詰まらずに開けていくよっていうのがね、見えてます。で、またちょっとね、考え込むっていうのが出てきちゃうんだよね。メランコリー。ここでやっぱりね、聞こえてくるメッセージっていうのは、もしなんか、もや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 してね、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、いろんなことがなんとなく見えてるんだけど、なんか先に進まないと思うんだったら、自分の中でまず断言しなさいと。何々したいじゃなくて何々する。私は何々したいではなくて、私は何々しますということで、それが勇気に変わってね、そこで責任感が生まれて力になるよっていうメッセージが来てますね。もともとはね、とても情熱的なあなたです。純粋に恋愛を楽しんできた、人との心の触れ合い、愛することを純粋に興じてきた、身を捧げてきたあなただから、今のあり方っていうのがちょっと物足りないかもしれないけれども、自分自身でね、機運を起こすことで、今感じているね、停滞感みたいなもの、十分打破できるから、十分打破できるよというメッセージが来てますね。もし本当に必要だと感じるんだったら、今自分が手にしている地位を捨ててね、一から出直してもいい。もし自分がそう自分の中で決断できるんだったら、それぐらいの決心してもいいよっていうメッセージも聞こえてきますね。
幼い頃にねやっぱり寂しい思いをして、それで愛の道に泥沼に転がり込んでいったよっていうのが見えるかな。同じタイプのパートナーと繰り返し一緒になっちゃうっていうのが見えるかな。自分でもダメなんだって思ってて、今の関係性解消してもまた次出会う人と一緒になると同じタイプの人と一緒になっちゃって、また同じ境遇に陥ってしまうよっていうのが見えるね。努力はすごいされてるんだよね。平穏な場所へ行かなきゃいけないって。人にあんまり言えない方かもしれないよね。自分の本音を言うことができないし、ひょっとすればなんか自分自身わからない、なぜなんだろうっていう、なぜ引き寄せられちゃうんだろう。暗海の関係性のようなね、強烈な磁力で引きつけられて、最初はすごく燃え上がるんだけど、結局お互いに壊れ合ってしまう。そこにはね、深い幼児期の体験が関わってるよっていうのが見えるんだよね。お母ちゃんはあなたのことね、一生懸命守ってくれたよっていうのがね、聞こえるかな。で、お父ちゃんが権威主義、非常にね、強い方っていうのが出てる。結局、だからその自分も同じ人を求めてしまうっていうのが出てるのかな。最終的にはナイトのソードが来てるんだけどね。紆余曲折して結局、また、こういう男の元に行くよっていう。ナイトのページだね。こっちページのソードだね。ナイトのこっちが。ナイトのソードで。最初はとてもスマートに見える方かもしれないけど、だんだん権威主義的なね、本性を表してくるよっていうのが見えるね。モラハラチックな、テイストを持ってる方っていうのが伝わってきます。5のカードをねお選びになられた方の守護霊様は遊郭のね花魁の方がついてるかな。でその方のメッセージだけれども、今あなたに伝えたいことっていうのは、気づきなさいっていうことだよね。あなたが今その溺れている、あなたにとってもう全てと感じている世界だけれども、気づきなさいよって。なぜあなたがそこに今とらわれてるのか、とらわれなきゃいけない理由があるんだよって。それはあなたの心のずっとね深い深いところ、ひょっとすればねほんと前世とか荒屋敷のね底の方に眠っているその原動力が今のあなたをまるでとらわれの身のように、今のシチュエーションにあなた自身がね縛り付けてるんだよって。全てがあなたのせいってわけじゃないけど、好んで自分でもわからないけれども今の状況になっていると。だけど気づきなさいっていうのが来てるね。未来を見出せとかね、計画を立てなさいっていう
カードが来てるね。今置かれているシチュエーションを否定はしてないんですよ、決して。そもそもあなたが求めて至っている局面だから、一つの試練、超えなきゃいけないステータスだったんだよっていう、それをだから否定するんじゃなくて、そこからさらに気づいて前へ進みなさいっていうメッセージがね、聞こえます。うん、あなたがね、真実に気づいて行動を始めると、パートナーはすごく狼狽します。ひょっとすればちょっとストーカーのようになっちゃうかもしれないね。ある意味あなたを成長させまい、成長してもらっては困るから、あなたを今、あなたのパートナーは束縛しているかもしれないよね。だけどその種明かしに気づいたあなたが、もうこんなとこいられないわって言って、でまた美しい蝶々になってパタ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 って羽ばたき始めると、パートナーはね、非常に狼狽するっていうの出てるね。だから気をつけたいのは、あなたのことをね、忘れられなくてちょっと、ストーカー化するよっていうのが出てるから。普段はね、とてもクールで冷静な方かもしれないけれども、その奥に潜むね、幼児的願望、もう得たいものは得たいんだっていう、そういうものが表に出てくるよっていうのがね、見えます。ただね、あなたを捉えるにはちょっと力不足なお相手様でしょうね。人生楽しんでらっしゃるかもしれないね、この根性の地を物質的なね、欲求と、そして精神的な、精神的な成長に対する興味もバランスよく持ってらっしゃるのかな。このタイのカードをね、お選びになったあなたは、
守護霊様からのメッセージが聞こえるんだけどももうね、何万回何億回と生まれ変わってんだよと。あなた今世を得てどうなの、もうそろそろ神々の世界来る気ないの、もう六道離れてね、涅槃昇天する気ないのと、神々の世界に来ないのっていうメッセージが聞こえますよね。夢見がちだけど結構ちゃっかりしてて地に足もついてる。でね、本質的にとても幸せな人ですよ。ただね、来世はちょっと危ないよってね、メッセージが届いてんだよね。次生まれ変わる時、ひょっとしたら動物界、畜生道に行っちゃうよ。だから多分ね、守護霊様心配してんだよ。もうちょっと今世で本当に精進してね、こっち来なさいって、次生まれ変わると危ないよっていうね、メッセージが聞こえます。今世はね、チャンスだと思うよ。あなたの中でも大きな気づきがあってね、大きな潮目が来る。でそれをつかむことができるんだけれども、またあなたは、元のあなたに戻ってしまって、今はの際でちょっとなんか気持ちがちょっと弾けちゃうかもしれないね。ハレンチに弾けちゃうかもしれない。それを心配してるね。やっぱり動物界なんだよね。お牛さんが出てきちゃってるんだけども、よく取ればね、勇気とか大胆さだけどね、悪く取ると厚かましさとか、ちょっと悪ノリみたいなね。で、なんか普段自分があまり気づかない人に、あまり気にかけない人、眼中に入ってこない人に何か伝えなきゃいけないことがあるんじゃないのっていう、メッセージが聞こえます。見過ごしてるような自分の中の心のディテール、そのヒダの繊細な動きみたいなものに意識を向けてね、見落としてしまったような感情の流れを文字に起こすことで、ちょっと地に足がつくんじゃないと。自分の身の回りにいる人で普段軽んじている人たちに伝えなきゃいけないことがあるんじゃないのっていうメッセージがね、すごく伝わってきますね。良くも悪くもあなたはとてもエネルギッシュな方で、そしてハッピーな方、うまくやりくりができる。ある程度ちょっとずるいことでもよしとして、方便として、行使することができる。そういうことで今まで何千も何千もね、この浮世を楽しんできたんだけれども、来世はちょっと危ないぞっていうメッセージが来てるから、心をちょっとね、落ち着かしてみるといいかもしれない。
あなたに思い焦がれてる人がいるかもしれないな。いっぱいいるのかもしれないな。あなたのファンがいっぱいいるのかもしれないね。とてもモテる方かもしれない。いつでもね、楽しいことに目を向けてる。やっぱりね、こう冒険とか大胆さみたいなものに意識を向けてるんだよね。で、あなたのその性格があなたのお子さんにも影響するっていうのが見えてるね。お子さんがね、非常に強いパワーを持ってて、来世動物界に行ってしまいそうなあなたを人間界までまた引っ張り戻してくれるかもしれない。お子さんを大切にされるといいと思うね。で、あなたの前にね、また権威あるね、男が現れます。あなたは本当周りに男たちがいっぱいいるから、なんかこういう男たちに対してちょっとなんか意識を向けてあげるといいかもしれないね。少しちょっと冷たかったんじゃないかなと。人生はすごく楽しいのかもしれないけど、結構なんかわちゃわちゃしたスプレッドが出てきたね。だからやっぱりね、シュゴレ様ちょっと心配してんだよ。楽しいの今世までだぞって。本当は今世はね、精進に精進して、人生を楽しむことはいいんだよ。楽しみながらも自分の冷静を高めて、もう輪廻をね、卒業だよっていう今世だったのに、あなたはまだまだ人間界で楽しみたいと思っていると。人間界も楽しいこといっぱいあるんだけれども、ただ何とやっても人間界はやっぱり人間界だから、やっぱ結果成長がないってことになっちゃうんだよね、やっぱり。それをあなたの守護霊様は心配してます。